忙しくて絵を描く時間がないという方も、1日に5分か10分ぐらいの時間を作ることができれば、十分に絵を描くことができるんじゃないかと思います。今回の動画では1回につき10分以内、そしてちょっと長くなっちゃった時もあるんですけど、それも30分以内、そんな感じで1枚の絵を仕上げました。絵を描こうと思ってるんだけど、結局今日も絵が描けなかったとかってなっちゃう場合は、画材をすぐに簡単に用意することができる状況を作るといいんじゃないかと思います。私はこんな感じで絵の具をいつでも出せるようにしてるんですが、こういう風にするのが難しい場合も、こういう感じでいつでも簡単に画材を取り出せるようにしておくと、毎日少しずつ絵を描き始めることの第一歩となります。こんにちは、粟田洋介です。最近キャンバスとかに絵を描いてなくて、久しぶりに描こうと思うんですけど、ちょっと前に描きかけのキャンバスがあって、確かグリーンに塗ったと思ったんですが、ちょっとどんなんだか覚えてなかったんですけど、こんな感じでした。そしてこのグリーンよりもちょっと青みがかったターコイズみたいな色で塗りつぶして新たに違う絵を描こうと思ったんですけど、なんかちょっとこの円を活かしてもいいかななんて今思い始めました。でも途中で気が変わるかもしれないんですけど、気なんかいくら変わってもいいんです。そんなわけでちょっとキャンバス全体に色を塗っていこうと思います。ちょっとグリーンを足して、その後にシアンを入れて白を足してターコイズ系の色を作ります。ちょっと周りも塗って白をちょっと垂らして、違うことを思いつきました。最初にこういう丸みたいのがあって、その形をちょっと活かそうと思ったんですが、描いてるうちになんかこんな風になってきて、なんかちょっとパターンみたいになって面白いなと思って、こういう風にしてみました。絵の具が乾かないうちに違う色も入れていって混ぜていこうと思ったんですが、ちょっと気が変わって乾いてからこの上に描いていこうと思います。ちょっといつもと違うパターンなので、なんかいつもと違う感じのアイデアが出てくるのか、もしくはこの上からいつものパターンで絵を描き始めるのか、ちょっとわからないんですが、とりあえず絵の具が乾くまで置いといて、それから考えようと思います。翌日の午後になってしまいましたが、ちょっとこの感じ、見れば見るほど次に何を描きたいかっていうのがわからなくなってきました。昨日これを描き始める時にこんな感じで描きたいなっていうイメージがあったんですけど、なんかこんな風にいつもと違うような描き方をして、いつもと違うような感じが出来上がってるので、この後のイメージが湧かないんですよね。多分ですけど、いつものパターンで描こうと思っちゃってるからアイデアが出てこないんじゃないかと思うんですよね。無意識にいつものパターンに執着しちゃってるんですかね。だからその執着を捨てて何ができるかわからないっていう感じでちょっと書き足していこうと思います。いつもはちょっとここにモチーフを足していったりなんかするんですが、どうしようかな。ちょっとここに紫をこぼしちゃったので、ちょっと動画が撮れてなかったんですが、水で薄めた白をこんな感じでここに垂らしているところです。
こんな感じに水で薄めた絵の具が垂れてきています。ちょっとこの状態で乾かして、それでまた続きを描いていこうと思います。この部分がすごい厚塗りで乾くのが結構時間かかってたんですけど、もう夕方も遅い時間になって絵の具がしっかり乾いています。この絵もなんかちょっと怪しい感じで面白くなってきました。昨日キャンバスを塗りつぶしてこういう感じに描いてかかった時間がだいたい6分ぐらいで、今日この部分を描くのにかかった時間もだいたい6分ぐらいでした。なので毎日絵を描く時間がなかったりする場合も1日5分から10分の間少しずつ手を加えていけば、何日かかるかわからないけど1枚の絵が仕上がるっていうわけですよね。ただ今日は6分プラス何分かかるかわからないけど3回目の筆を加えていこうと思います。私はいつも自由に好きなように絵を描いているんですけど、最近なんかこういう絵は描かない方がいいなって自分で制限を設けることが多くなってるっていうことに今気がついたんですけど、それはこういうモチーフだと誰も欲しがらないとかそういうことを考えちゃうんですよね。でも今回のこの絵は YouTube で好きなように描いているだけじゃないですか。なので人が欲しがる絵っていう制限を取り除いて好きなように描いていこうと思っています。いつだって好きなようには描いてるんですけど、ある種のその制限っていうのを取り除いて描いていきたいと思います。さっき1日5分から10分ぐらい絵を描けば何日かしたら完成するってお話をしたんですけど、今だいたい7分ぐらい描き足しています。5分から10分つったのは1日に5分から10分ぐらいしか使えない場合のことで、私は今絵を描くことをやめる理由がないのでちょっと描き続けていこうと思います。そんな感じでプラス7分描いてみました。ですがもうちょっと続けて描いていこうと思います。さらにプラス9分書き足しています。シンプルではありますが、今書きたい感じが出来上がっているところなんですよね。さらに6分書き足しました。そんなわけで夕方から7分、7分、9分、6分で29分絵を描いてここまで書き進みました。もう多分4分の3ぐらいわかんないけど書き進んでるんですが、今ちょっと別のことをやらなきゃないのでちょっとストップしてまた後で書いていきます。
こんな感じで毎日5分から10分絵を描いて、たまに30分ぐらいまとめた時間が取れる場合は、こんな感じで描き進めることもできるのではないでしょうか。昨日の夜ちょっと続きを描こうと思ったんですが、翌朝になってしまいました。それでちょっと昨日の夜この絵を見ていて、このお花なんですが、この部分とこの部分、濃い色でくっきり描かれていて、それでこの花びらの部分がなんか不自然なんですよね。で、そこをちょっと直したいなと思っていたので、今からその辺にちょっと手を加えていくんですけど、全体的にこの辺が濃い色と薄い色でくっきりした感じがして、目立った感じになってるんですが、この辺はなんかちょっとぼんやりして見えると思います。こういった線でくっきり見えるってことですね。なのでこの手のところとかも同じようにくっきりさせると全部がくっきりとした絵になって、それはそれでいいと思うんですけど、今回ちょっとこの辺がメインって感じで描いていきたいので、この辺はぼんやりしたままで残そうと思っています。私はガラスのパレットを使ってるんですけど、ガラスについたアクリル絵の具はちょっと水をつけると剥がれやすくなります。パレットナイフについた絵の具も水をつけて剥がしていきます。ちょっと外側から影みたいな感じでちょっとコントラストをつけていきます。手を加えるのに6分ちょっとかかってしまいました。そしてもう今日はこれ以上描く時間がなかったとしても、今日はここしか描けなかったって思うんじゃなくて、今日は気になっていたここをちょっと良くすることができたって感じで満足するっていうか充実感を感じていくと、じゃあ今度はどうしようかなって、絵を描いていない時も次はどこをどうしようかなって考えることになります。じゃあこの目を何色にしようかなとか思いつくわけですよ。それでそういう風に考えてる間もワクワクしますよね。そうしたらまた5分とか10分の絵を描く時間になった時に、そこを書き加えるのが楽しみになるし、そこで迷って考えるっていうよりも、もうこうしようっていうのが分かってるわけですから、そうしてみる。それでちょっとこの色合わないなとか、思ってたのとちょっと違うなと思った時に、書きながらアイデアを変えていくとか、書きながらいろいろ発見していく、そんなクリエイティブな5分から10分絵を描くことができれば、また次にいい形で絵を描くことができます。そしてその5分から10分の間、例えばうまくいかなかったとしても、なんでうまくいかなかったんだろうって絵を描いていない時に考えたりします。絵を描きながらなんでうまくいかないんだって、どんどん手を加えながら負のループにはまっていく場合もあるかもしれないけど、1日短い時間しか時間が取れない場合は、短い時間に集中して取り組んで、その後作品から距離を置くことができます。そして次の日とか、次の次の日とかになるかもしれないけど、また5分から10分時間が取れる時までに頭の整理をつけておくこともできるかもしれません。その絵を描いている時間以外に描きかけの絵のアイデアを考える時間がなかったとしても、考えない時間っていうのがかえってその短い時間に集中できるっていうこととつながったりとか、もしくは考えすぎの負のループから救ってくれることにもなるかもしれません。ですが絵を描く時間がたくさんあった場合でも、うまく作品から距離を取るとか、そういった感じで時間があったとしてもなかったとしても、どっちにも利点っていうのがあって、その状況でどううまくやっていくかっていうのが重要になるんじゃないかと思います。この辺5分描き足して、ちょっとこの目玉に色を入れたんですが、重ね塗りをして色をくっきり出したいと思うので、乾くまでちょっと待とうと思います。
ちょっともう夜遅くなってしまったんですが、あと少しで完成って気がするので、一気に描いていこうと思います。こんな感じの絵が完成しました。タイトルは口のない頭です。特に意味はないんですがなんかちょっと意味のありそうな感じ。この人の口があるかないか微妙なところなんですが、そんな感じでちょっと想像力を使いながら見て楽しんでいただくことができたらなと思って、そんなタイトルにしてみました。そんなわけで最後にこの部分と、あとは点々点々点って書いていったこの最後の仕上げは10分ちょっとかかっています。ちょっと前にこんな感じの絵を描いて、この絵を見ながら描いたわけじゃないんですけど、ちょっと何描こうかなと思った時に、この絵のことを思い出して、構図がほぼそのまんまみたいな感じの作品となりました。同じような絵を描いちゃいけないかななんて思ったりすることあるんですけど、そんなこと誰が決めたんだって感じですよね。5分から10分じゃキャンバスに向かったままアイデアが出てこないという場合も、さっきお見せした絵は簡単な小さなスケッチブックにペンで描いたもので、さあ絵の具で絵を描くぞみたいな感じじゃなくて、例えば移動中だったりとかなんかの合間にちょっと描くことのできる手頃な絵なんですよね。だから気が向いた時にそういう手頃な絵も描いていったりすると、絵の具で絵を描く時のアイデアになったりします。ちなみにこの別の絵のタイトルはナルシストから取り上げた鏡というもので、これもあんまり意味がないんですが、なんとなく意味がありそうで、というか面白いなと思って、そんなタイトルとこんな絵を描きました。この絵もそうなんですけど、実は私がこういう感じの絵を描くときは、私の変なナンセンスなユーモアのセンスだったりします。1日5分から10分少しずつ絵を描いていったら1枚の絵が完成するって最初に言ったんですが、この動画では1日5分から10分って感じじゃなくて、7分の時もあれば6分の時もある、29分の時もあれば、1日1回じゃなくて10分前後の作業を1日に何回かするって感じで3日に分けて絵を描いたんですが、実際こんな感じで忙しい人でも5分から10分っていうのは例えで、1日に使える時間をうまく使って作品作りっていうのはできるんじゃないかと思います。時間っていうのはいくらあってもやろうと思ったことをやらなかったりすることもあって、だから何かをやる時間っていうのは作るものなんじゃないかなと思います。というか、何かをやる時間っていうのは作らないと存在しないものなんじゃないかなと思います。ただ絵を描かなければならないみたいな感じよりも、なんか面白いことをやる、ゲームをやるような感じで絵を描けばいいんじゃないかと思います。だって絵を描くのって楽しいじゃないですか。というわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。